はいどうもスマライフです。本日はジャンクの Apple Watch を修理していきたいと思います。でこちらの Apple Watch はですね、シリーズ3の GPS セルラーモデル 42mm のものとなります。今の状態はガラスがバキバキで液晶も映ってない状態です。かなりねガラスの破損がひどいので、これつけていた人で大丈夫かって感じなんですけど、これをね今回、修理していきたいと思います。で充電器につないでも全くね液晶が点灯しないような状態で、一応ね今回フリマサイトで買ったんですけど、出品者は、一応起動はしてるってことで書いてあったので、おそらくガラスの交換で映ると思います。で使用するガラスはね、イオン X ガラスになります。でもう一つねサファイアガラスっていうのがあるんですけど、それはちょっとパーツ売り切れだったので、今回イオン X の方で対応します。でシリーズ3に限ってはですね、アルミニウムのモデルが、イオン X ガラスで、ステンレスとセラミックのモデルがサファイアガラスが採用されています。基本的にはね強度の違いで、サファイアガラスの方が強度は高いんですけど値段が高いです。イオン X の方が値段が安い、ただ強度は少し低いような状態になります。でガラス交換と、一緒にですねバッテリーの方も交換していきたいと思います。でバッテリーの容量は 352mAh になりますね。で今回はこの2つを、交換、詳しくね交換手順も解説しながら進めていきます。まずはねこのディスプレイから分解するんですけど、ヒートガンだいたい200度ぐらいで、1分ぐらいですね、温めて、ガラス面を取っていきます。結構もう今割れてる状態なので、かなり開けやすいことは開けやすいんですけど、全く割れてない Apple Watch でバッテリー交換をするってなると、結構ねディスプレイ開けるのは苦戦すると思います。隙間がほとんどないので、デザインナイフとかで少し隙間を作って、ヘラで開けていくような形で、今ねこれ触っているのが、センサーなんですけど、これがフォースタッチですね。押し込んだらこう 3D タッチみたいな機能が Apple Watch あるんですけど、あれをね制御しているセンサーになります。センサーをねこの画面開けるときに切ってしまったりとか、テープと間違えてね、引っ張ってしまうと、交換後ですね、ディスプレイ交換後 3D タッチが効かなくなる、フォースタッチが効かなくなるようなことになるので、その辺はね分解時にかなり注意が必要です。で画面を開けるとこんな感じで、本体から3本の、ケーブルが伸びてます。でこのケーブルを少しね温めて、ケーブルの上のテープですね、テープをまず剥がしてケーブルを抜いていきます。Apple Watch のねこの分解の難易度はスマートフォンとかに比べて全然高いので、かなり精密な構造になっているので、分解時からかなりね注意しないといけないです。でディスプレイを分離できれば、続いてバッテリーのコネクターを外していきます。先にねバッテリーのコネクター外してもいいんですけど、ちょっとケーブルがつながっていると、バッテリーもね結構奥の方にあるので、コネクターがいろいろ触ってるとディスプレイのケーブルをね傷つけてしまったりする可能性とかも、過去にね僕も何度か Apple Watch の修理はしたことあるんですけど、そういったトラブルを避けるために、本当は外した方がいいんですけど、一応ディスプレイ外してからバッテリーを外すような手順で僕はやってます。正規の手順はバッテリー外してからやる方がね、スマートフォンとかもそうなんですけど、基本バッテリー外してから分解するのがセオリーなので、どちらでも大丈夫なんですけど、やりやすい方でやるのがベストですね。で今外したのがバッテリーになります。で一応ねもう新しいバッテリーをつけて、画面をねディスプレイをつけて動作の確認をしていきたいと思います。はい、これでバッテリーがしっかりつきました。コネクタがね結構つけづらいので、何度やっても苦戦はするんですけど、結構ね慎重にこの辺は作業を進めていきます。でとりあえずディスプレイを、つけ終わって、充電がちょっとなかったので、充電器につなぐとしっかり充電マーク点灯したので、あとは起動させてタッチとかを確認していきたいと思います。
で充電の方はですね、だいたい30分ぐらい充電すると、点灯するようになったんですけど、ただここでねちょっと問題が発生しまして、出品者の方がね初期化済みって書いてあったんですけど、全然初期化されてなかったんですよ。でさらにパスワード間違いすぎてパスワードロックがかかってしまってたんですね。でおそらく画面が割れていたので誤作動で、暗証番号をね押しまくって、ロックがかかってしまったと思うんですけど、ちょっとねこれまさかで Apple Watch はですね、単体でもこのように全てのコンテンツを削除ってできるので、基本的にこれをやれば初期化できるんですけど、ただこれをね何度やっても元の画面に戻ってしまって、でいろいろ調べた結果ですね、アクティベーションロックがかかっていたり、iPhone とのペアリングを解除してないとこのねApple Watch 単体でデータを削除できないっていうことがですね、書いてあったので、おそらくそれが原因だったんですね。でタッチとかは問題ないんですけど、ちょっと初期ができないと使えないので、このままね出品者の方に一回連絡して初期化、アクティベーションロックを解除してくださいというふうな、形で、この後ね言ったので、一旦ちょっとディスプレイとかをつけて、返信をね待つような形になりました。いやいやまさかですね、まさか初期化されてないとは思ってなかったんですけど、でもジャンクの iPhone とか Apple Watch とか、その辺のねデバイスに関してはこのようなことは結構あるあるっちゃあるあるなんですかね。実際にディスプレイ見えないですし、初期化されてるかどうかもわからないところではあるので、その辺は仕方ない。買ったね、ジャンクって出品されてあるので買った僕も悪いですし、なかなかね難しいところではあるんですけど、一旦ねこのまま出品者の方とやり取りしてなんとか初期化させていきたいと思います。で今貼ってあるのがテープなんですけど、ちょっとねこのテープ昔僕がApple Watch修理していた時のテープとなんかちょっとね構造が違うのか、むちゃくちゃ切らないと、半分に切ったりなんか4分の1にしたりとかしないとうまく貼れないテープだったので、ちょっとテープ貼り若干苦戦しましたね。で一応綺麗にしっかりテープの方は貼ることができたので、このままディスプレイの方をねつけていきたいと思うんですけど、Apple Watch のこのテープですね、圧着テープだけだと少し圧着力が弱いので、一応接着剤をね四隅と、側面にも少しだけつけていきます。これをすればですね、圧着力、圧着しっかりできるので、浮いてきたりとかね、そういったことが少なくなるので、この作業もねしっかり丁寧にやっていきたいと思います。で圧着の方ですねが完了すれば、少し接着剤の硬化時間が必要なので、かなりね原始的なんですけど、輪ゴムでこのディスプレイと本体をね圧着して少し時間を置きたいと思います。で一応ねしっかり圧着ができて、であと出品者とね連絡が取れて、なんか業者に任せていたんですかね、初期化を業者に任せていて、またその業者とやり取りしてくれて、なんとかね初期化ができたんですよ。かなりいい親切な出品者で良かったです。無事初期化も問題なくできたので、このままね、ペアリングができるかどうかも検証していきたいと思います。いやーちょっとね本当に焦ったんですけど、丁寧にね対応してくれる出品者で本当に良かったです。これでね使えないってなると本当に画面交換やっただけの使えない端末で終わってしまう可能性があったので、ちょっとねペアリング今してたんですけど、ちょっとうまくねペアリングができなくて、これがねちょっとOS のバージョンですね、 iPhone の OS と Apple Watch の OS の方が結構古いものになっていたので、そこでちょっとトラブルというか不具合が起きていたので、 Apple Watch の OS と iPhone の OS をねどちらも最新にしていきたいと思います。で最新に、すればですね無事問題なくペアリングの方ができて、このまま初期設定を進めていきます。で僕 Apple Watch の SE 持ってるんですけど、
40mm と 42mm でサイズ感的にはねシリーズ3の方が一回り大きいんですけど、ディスプレイの表示領域が 30% ね、SE の方が上がっているので 40mm と 42mm で表示領域は一緒ぐらいになります。で無事初期設定も終わって動作も問題なさそうだったので、この辺で修理完了となります。で今からのまとめの方に入っていきたいと思うんですけど、Apple Watch の修理はですね結構難易度が高いので、全くね修理されたことがない方が修理するのは正直おすすめはしません。スマートフォンとかに比べて、中のこの精密さっていうのが全然違うので、おそらくね全くやったことがない人が、初見でやるとかなりリスクは高いと思います。で Apple Watch をね修理している業者もかなり少ないので、基本的に壊れてしまうと、Apple のその公式リペアサービスを利用することになると思うので、なので、Apple Watch に関してはですね、Apple Care とかに入って、万が一壊れてしまった場合、その、Apple Care を利用して修理した方が、無難ですね。それかね、他の何か保険サービスとかに入って、修理するのもいいと思いますし、Apple Watch 結構修理が難しい、修理してないところが多いので、その辺ね、ぜひ参考にしていただければと思います。はい。ではこの辺で動画の方終わっていきます。この動画、チャンネルがよろしければ、ぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。スマライフの Twitter、ブログもやっておりますので、ぜひそちらの方もフォローしていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。